マグロの群れが現れると読み、明け方から沖で漁を行っていた南兄弟。時刻はすでに午後3時を迎えようとしていた。ようやく肩のいいマグロがかかり、船上へ引き上げながら安堵の胸をなで下ろしていた。津軽海峡の海は冬将軍到来の季節に入っていた。港への寄港時間が迫る中、奇跡を信じ最後の追い込みに望みをかけていた。大間のマグロ龍神。大陸からの冷たい寒気に覆われた津軽海峡。海中は水深30メートル付近に魚群を探知した。間もなくして閑散とした沈黙の洋上ににぎわいを見せる海鳥の集団。漁船を追うように集まり、明らかに海中の変化の予兆を告げていた。ソナーに燃えるようなマグロの大群。操舵室で静かに景気を見つめる兄義和さんは、海深く泳ぐ宝の魚を冷静に狙っていた。その時、稲妻が走り静寂の海を切り裂いた。数百メートルにも巻かれたテグスが引っ張られ、広大な大自然のフィールドに放たれたダンブ。果てしないゴールに向かって走るダンブにはマグロがかかっていると確信する南兄弟。まさに卓越した競技のごとく追いかける大間マグロ漁師の狩猟である。ここでマグロから針が外れ、幾度となく大物を逃してきた。予断を許さない駆け引きが続く。漁船の懐までマグロを引き寄せる。切迫した終了間際に見事な漁獲でラストを飾ることができた。黄昏時の海に黒々と深い輝きを放つ本マグロ。流線形の強力なボディを持つ美しいフォルムが多くの魚通を魅了する。推定重量約150キロ。早朝6時より休むことなく操業を行ってきた南兄弟。この旅はこれにて漁を締めくくった。沖へ出ても一本の成果もないままに帰ってくる漁師も多い中、南兄弟
高い確率でマグロを携え寄港する。信頼を受ける仲間との門外不出の情報交換。目をつけた漁場には必ずマグロがやってくる。ポイント選びに新芽を投げ打っている。それはマグロ漁師としての誇り。大間の町の期待を背負い、絶対に獲物を携え丘へ戻るというプライドをかけた使命であった。本州最北端マグロ一本釣りの町の異名にかけ、ここでは沖で働く漁師と丘で働く町民が一体化している。それぞれが持ち前の役割を担い、互いに息を合わせるように全うしている。忘れられた古の日本の姿がこの地から垣間見えるのであった。第38西方丸、この度日本で約270キロの漁獲となった。5日後、マグロが現れる情報探索と漁法を立て直し、水宝丸再び出動。気温マイナス2度、西の風最大風速8メートル。外海は別次元の荒れ模様。前日まで風速12メートルものしけに見舞われ、この日の午後は一瞬風が止むとの予報で合間を縫い沖へ出る。浮き玉も縛れる中、突如現れた不気味なほどのカモメの大群。読み通りだ。稲見兄弟速度を緩め、ピンポイントでここに陣地を置いた。漁港を出てわずか20分の近海。シーズン中でもめったにない奇跡の鳥山。極寒と強風、そしてうねるような荒波の中、今回もスリリングなぶっつけ漁に挑む稲見兄弟。まさに大自然相手に共存であり、挑戦でもある一か八かのマグロ漁。突き刺すような海風で急激に体温が冷え込む中、かすかに映る数本のマグロの影。この荒波の下で悠々と泳ぐ魅惑のマグロと孤高の漁船との一騎打ち。西方丸合戦の陣幕を上げ、準備は整った。今回も2本の仕掛けを引き流す二刀流ぶっつけ漁法だ。上下左右不規則な揺れに身を任せ、
虎視眈々と罠にかかるのを待つ。2時方向に集団で泳ぐマグロを探知した。絶好のチャンス。その時、船後方に何やら怪しい黒い影。オットセイか。流した仕掛けの方向へ泳いでゆく。まずい。罠にかかる。まさかオットセイではなかろうか。ダンブの行方を見張りながら漁具の回収を急ぐ。強い朝日に照らされ、早朝1本目から緊張感に包まれる西方丸。巻きつけたテグスが引っ張られ、南部が回っている。海中で何かが暴れている。ダンブキャッチに成功。リールに接続。強い反撃。吉和さん、アースを投入し感電を防ぐ準備。南兄弟、獲物はマグロと確信する。竜兵さん、夢中で引き寄せる。軽自動車に引っ張られるようなマグロの反発。太平洋クロマグロは
ホッキョクグマのメスと同等の体重。テグスが軍手に食い込む。寄せては返し、寄せては返しの攻防戦。一瞬の隙をついて引っ張り上げる。波に揉まれ不安定な体勢の中、マグロとの熾烈なせめぎ合い。ショッカー攻撃に失敗し、再び仕切り直しだ。これは強敵だ。竜兵さん、腕がパンパンに張り限界寸前。必死でこらえる。テグスがまた海へ持っていかれる。その時一瞬マグロが脱力する。ここぞと兄義和さん、仕留めにかかる。
グロヒットから実に25分もの格闘技に終止符が打たれる。寒波の中の死闘の格闘、一本勝ちを収めた南兄弟。勇敢なマグロに敬意を払い、そして感謝の精神で弔うのであった。外面から魚体をあらわにした太平洋クロマグロ。その全貌は推定200キロ超え、ずっしりとした巨大マグロであった。さすがの竜兵さんも簡単にひっくり返さないほどの大物に達成感と歓喜を胸に秘めていた。開始直後から強運に恵まれた南兄弟。次なる獲物を求め追いかける。次回、またしても立て続けにマグロを感知した水宝丸。荒れる海も何のその。漁港から目と鼻の先の前浜で当たりくじを引いた奇跡の漁は、餌を追いかけ回し魚雷と化したマグロの黒い群れ。水深80メートル付近を大暴走。冷静沈着に片時の隙を見せない南兄弟。風を読み潮を読み洋上の息吹と同化する竜のごとき水の神は彼らに微笑むのか。龍神